型のチェイサー 2RV で、こちら純正5速マニュアル。フロントサイドがベルテックスで、マフラーは HKS。若い子が買ってもらう場合はちょっとお値段下げようかなと思って。はい、よし君こんにちは。こんにちは。はい、今日は5月15日、時間は11時31分、はい、気温は最高気温29度まで上がりますが、今27度。暑いですね。汗だくですね。はい、今日はですね、2本立ての動画の今回2本目ですね。なんで、1本目を見てない方は、できれば1本目から、はい、1本目のチェイサーはこっち、こちら、あれ画像貼ってね、はい、画像貼ってね、そう、こっちのチェイサーから見ていただいて、で2本目の紹介は、こちらの同じくチェイサーという感じになります。で1本目の動画の時にもちょっと、触りは話しましたけれども、まあ、うちには似合わないキャンペーン的なのをあんまそういうのね得意じゃないんだよね。初めてっちゃ初めてか。なんか上り立ててキャンペーンやってますみたいなさ、そういうお店じゃないっていうか、そもそもお店みたいな感じじゃないしさ、趣味みたいなもんですから言い方変ですけど。そうですよね。そうそうそう。なんですけれども、見ていただいているお客さんにお得な内容をちょっとお伝えできればと思います。なぜそんなことをやるかっていうと、理由は一応2つありますと。1つはうちの会社の、こうしたいなっていうのと、もう1つはですね、まさにこのチェイサーを売っていただいたお客さんからの、ご要望という形もありましたので、ご要望に沿ってやってみようかなと思っているところでございます。どういうこっちゃって話なんですけど、それは動画最後まで見てもらえればと思います。OK ですか？はい。で、先にざっくり今回のね動画内容を話すと、さっき言ったように1段目向こうのチェイサー、2段目こっちのチェイサーで、1段目向こうはもう紹介させてもらいましたけれども、平成10年式前期の特別使用者エキサイティングパッケージ、13万キロぐらいでミッションマニュアルの世界の、修復歴なしのお車でした。で、今回紹介するのはこちら、同じ平成10年式なんだけど、こっちは後期型ね、後期型のチェイサー 2RV で、こっちは純正5速マニュアル、みんな大好きサンルーフ付きですね。そうですね。で、パッと見こっちはエアロもくっついてなんかかっこよく仕上がってると。そうですね。走行距離はねでもね17万キロ走ってるんですね。まあまあ走ってるんですね。まあまあ走ってる。ポロッと出ましたね。まあまあ走ってる。地球1周4万キロらしいので、地球4周以上走ったそう考えたらすごいです。そうなりますね。そうなるんですよ。そうなるんですよ。そんな車の紹介でございます。 OK ですか？はい。ぜひ最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあユーシ君やっていきましょう。はい、2本目紹介させてもらうこちらのチェイサーの概要をお話しすると、ちょっと台本見ます。なんかこういうさリング付きのやつのスマホ持ってるとおじさんなんだって。そうなんですか？おじさんらしいです。もう、俺これないともう無理もう古いんですね。はい、すみません、話ずれました。紹介させてもらうのは、平成10年10月登録のチェイサー 2RV で、後期型になりますね。はい、はい。で、走行距離は17万5500キロで、シフトは純正マニュアル5速マニュアルで、純正オプションのサンルーフ付きという感じのお車になってます。で、残念ながら修復歴ありという形の車でございます。 OK ですね。で、この車もね、ヨッシーと一緒にねお引き取りさせてもらい、一緒に行きましたね。行かせていただきました。このお客さんもめっちゃいい人でしたね。やっぱね、まあ YouTube 見ていただいてその売っていただくお客さんってやっぱいい人多いよね。嫌な感じの方一回も見たことないですね。多分さ、俗にカスハラっていうの、今流行ってるじゃないですか。そうですね。流行ってるって言い方変。よく話題になる。話題にはなってるじゃないですか。マジでうちそんなのなんかあんまなくて。見たことないです。ないよね。昔あった。違う車屋さんとしては見たことはありますけど。あるか。昔の話で言うならば、初めて入った車屋さん、まだ20歳ぐらいか、もう20何年前ですか。お客さんがキャンセルしたいっつって、キャンセル料これだけかかります。まあ会社の方針だからさ。契約した後にキャンセル。そうでキャンセル料これだけかかりますって言ったらお客さん怒るわけ。そしたら結局それがこう某組の方でさ、マジお店の8時ぐらいにお店の前に5台ぐらい車止められてとかっていうのがあったりとかもありますし、あと何年前だろう、15年前ぐらいか、まあその時車屋でしたけど、まあちょっとやんちゃしてるお客さんがいたから注意するじゃないですか。俺一回お客さんが殴られてるからねそんなことあるんですよ。で、車屋さんあると思うよ俺。手を出される。手を出されるっ
手を出す車屋さんもいる逆にそういや僕はそのね業界長いですから、はい、多分ね業界長い車屋さんの人たちはみんな分かってると思うんですけど、はい、闇は本当にめちゃめちゃ深いんですよこの業界車屋さん業界すごい深い、もう深海のように深いから知ってる人は知ってるし、そんな暴力沙汰とかもたくさんありますし、それこそ命に関わることもさあるわけですよ、はい、特に買い取り屋さん昔なんかでいうとそのね、現金持って買い取り行って刺されちゃったとかっていうのもあるし試乗中にバーンって殴られて車持ってかれちゃったとかっていうのもありますから、はい、それぐらいやっぱり結構高額商品なんで気をつけてやってるところでもあるのね、まあ、盗難もそうだしさ、いたずらもそうだしさ、っていう結構闇の深海の深いところを知ってる人は多分本当の車屋さんたちはたくさんいると思います。で、お勤めされてる、スタッフの方はちょっと上っ面のちょっと潜ったかなぐらいのところですかね、はい、でお客さんはやっぱりニュースに出てる情報しか知らないので、はい、まああんなのは全然可愛い方ですよみたいなところなんだけど、はい、まあそんな話でした。何の話からこうなったんだっけ。言い方ばっかり。そう言い方しかいないんだ。そうだそうだ、はい、でそうだそんな深海で生きてましたから、はい、海の上ってこんなにいい人いっぱいいるんだみたいな、そんな感じなんですよね。最近はそういうイメージです、ね。そういう感じ、はい、そういう感じ。ごめんなさい、話がめちゃめちゃずれました。はい、そうてなわけで本当にいい人が多くて、でこのお客様も、そんないい人だなっていうお客さんでしたと。はい、なので、まあ、メールでお問い合わせいただいて、まあ、言い方変だけど結構そのメールの問い合わせの時って人によってはやっぱ傷を隠したがったりとかさ、はい、やっぱ査定低くしたくないわけじゃん。そうです。だから傷を隠したがったりとか、はい、故障を言わなかったりとか、はい、っていうのもあるはあるんですよぶっちゃけ、はい、でもまあそれはしょうがないかなと思ってて、はい、ね、俺もやっぱそう思っちゃうしさ、はい、なんだけどこのお客様は逆に言うと結構そこら辺をがっつりちゃんと情報を送ってくれてて、まあ、だからこそその上でこれぐらいのお値段ですってちゃんと伝えられたっていうところはあります。はい、で実際に訪問して買い取りさせていただいた時もなんか特に値段の言ったじゃんこう言ったじゃん、こうでしたねああでしたねとかっていう話はなく、はい、まあ、スムーズに買い取りさせていただいたと、そんな感じでございます。 OK ですね。で、このお客様から言われてるのは、まあ、YouTube でうちのこと見てもらってて、はい、で特にね、僕若い子の車の購入とかを応援してますし、はい、若い子のスポーツカー好き応援してますし、はい、たまに中学生とかさ遊び来るじゃん、はい、写真撮っていいですかみたいな感じでさ、ちょっと見ます。だそういう子もね写真撮ってもいいし、車の中撮って俺が写真撮ってあげたりとかもするんだけどさ、はい、っていうのをなんかお話があって、若い子に売ってあげてほしいっていう思いがありました。そうなの、はい、それが今回のキャンペーンのポイントです。なるほど。若い子に売ってほしいと思って、はい、託されて買わしていただく車ですから、はい、まあそれをそのまま、託しましょう若い子にっていうのが今回のコンセプトでこのツアーライブを紹介させてもらえればと思います。はい、OK ですか。じゃあちょっと前置き長くなっちゃいましたけどやってみましょう。じゃあまず外装から、先に言うとね、はい、ただ程度は17万キロに相応しそんなによくはない、先に言っちゃうと、はい、よくはないけれども値段はまだギリギリ買えるんじゃないかなっていうところまでなってるので、はい、それを踏まえてみてもらえればと思います。はい、はい、じゃあまず外装から、外装はですね、エアロがフロントサイドが、ベルテックスでリアが BN スポーツのエアロを組んであるという感じになっていて、はい、パッと見綺麗ではあるものの、はい、多少こういうところ傷があったりとか、まあ、取り付け部分のこういったところにクリアの割れがあったりとかっていうのはあります。はい、でも、エアロのねこの先端多分売っていただいたお客さん見ていただくと俺の車こんな綺麗になってると思うんだけど、まあ、ここら辺のエアロの割れあったところは、はい、うちの方で直してあるという感じですね。はい、OK ですね。ヘッドライトは綺麗です。綺麗ですね。うん、めちゃめちゃ綺麗でしょ。はい、で、ここがねちょっと水入っちゃってるよねっていう感じでございました。はい、で再度回ってもらうと、まあ、サイドエアロがついてて、リアバンパーもそうなんだけど、これねあれなんだよね、気泡がちょっと入っちゃってるんですよね。はい、クリアにね、巣穴ってやつですか。はい、これはやっぱエアロをつける時の処理しっかりエアロってただ塗りゃいいってもんじゃないからさ、ちゃんと下地やらないとこうなっちゃうんだけどね。はい、でまあこういうとこちょこっと傷があったり、こういうとこにちょこっと傷があったりとかっていうのはありますという感じです。 OK ですね。はい、で、アルミホイルはウェッズの、19インチちょっと大きめですね。19インチのホイールに、はい、車高調はクスコのストリート 0A ですねの方の車高調になってますね。多分ストリートシリーズだと一番上の車高調になるのかな。はい、俺もあんまりクスコちょっと分かんないんですけど、そんな感じの車高調になってますと。であとリアのバンパーがさっき言ったように BN スポーツなんだけど、これもやっぱりここにちょっとジンマシンみたいな下地処理ねしっかりやらないとこうなっちゃうんですよね、はい、っていう感じのところであります。でマフラーは HKS のマフラーがついているという感じですね。はい、はい、であとは純正のツアーラブはねトランクスポイラー、あっちもついてますけれども、ついてるけどこれは外してパテ埋めしてある
いう感じです。これも多分お客さん売っていただいたお客さんに見ていただいたら、ここにもともと穴があったのかな、そのまんまになってたのを、パテ埋めしてきれいにしてあるという感じです。であとは、ルーフはね多少タッチペンしてあるのかな。ちょっとねここら辺に錆が出てたりとかっていう箇所があったんですけど、こっちもこういうとこねあるんですけど、ちょっとヤスリで削ってタッチペンしてあるっていう感じですかね。応急処置的な感じになっちゃうんだけどね。あとは、左フロントフェンダーにここですね、これが一番大きい傷かな、タッチペン傷、すり傷、錆がちょっと出てるという感じでございました。で、ここのドアに関してもね錆が出てた部分があったんで、もうこれはドアごと交換しちゃったっていう感じだね。覚えてる？買った時の状態で懸念点的な感じでありました。そうなんですよ。そうだからこれを見ていただくと多分売っていただいたお客さんは「お、俺の車めっちゃ綺麗になってる」みたいな、そんな感じです。そんな感じになってると思います。だいぶ綺麗になってます。っていう感じでした。外装ちょこちょこ傷あれど、許せる範囲じゃないかなと思います。じゃあ次は内装いってみましょう。エンジンかけちゃうね。よいしょと。内装に関してはそんなにいじってないんだよな。確か追加メーター、オートゲージの追加メーター、これ全部動くかな。オイプレス動くね。油圧、ブースト、これは水温か。水温80度だから大丈夫だね。さっき温めてたから正常に動いてますね。ここの時計は消えてます。これでも基板修理すれば多分まだいけると思うんだよな、っていう感じですね。であとは、ナビがカロッツェリアのサイバーナビだ CZ700、 これいいやつよ。普通に使えるってことですか？使える全然使えるよ。とあとは、いつものねチェックしましょうか。トラクションコントロール、スロットルコンピューター生きてますね。もうちゃんとオンしてオフして、映ってますか？映ってます。ちゃんと映ってますね。大丈夫です。ここのハゲはもう17万キロですからしょうがないですよ。こうなってますっていう感じでございます。シフトもね流行りのクリスタルのこんなのがついてたんですけど、ノーマルに戻しました。ノーマルです。あとはハンドルカバーついてたから剥がしたんだよね。確かその跡がこうついてる感じですね。これはなんか、ヤフオクとかで側だけ中古で売ってたら、それ変えちゃってもいいんじゃないかなと思います。あとはデジタルインナーミラーっていうんですかがついてますね。この紐がね、そうだ、これ取ってみないとと思ったんだ。これ多分取ったらこれ落っこってきちゃうのかな。なんかうまく絡めてあるけどね、後で取ってみます。サンルーフ行ってみましょう。でも錆びないね。大丈夫そうですね。もちろんサイドも問題なく、スライド戻りちゃんと動きますね。でチルトアップもしますよという感じです。エアコンはちょっと効き弱いかな。でもコンプレッサー回ってるからガス入れてあげりゃいいかな。でも冷たいか、大丈夫か。これからの時期結構ねエアコン効かなくなりますから、古い車。ギアの入りも特段問題ないしっていう感じです。なところかな。シートの状態はノーマルですね。普通ですね。後期型ですからね、こういうシートになりますね。前期型はこうしましまのシートなんだけどね。OK ですか？綺麗です。じゃあ次はエンジンルーム行きましょう。ここからなんですよ。修復歴ありのお車になりますから、一応エンジンルームこんな感じでございまして、ちょこちょこ手は入ってます。クスコのターバーついてるのと、HPI のインタークーラーねと、あとアルミラジエーターがついてると。で HKS のエアクリーナーがついてると。あとは KTS だったかなのアルミリザバータンクがついてるという感じで、タービンとかはノーマルで、ちょっとねこういうところ錆が浮いてるのがあるでしょ。そうです。でもここら辺はそんなでもないね。綺麗じゃないかなと思いますけど、多少錆はあります。タイミングベルトは、令和3年5月、3年前16万9000キロの時にやってあるんで、6000キロ前ぐらいに変えてありますから、それは大丈夫ですね。ここら辺は多分2回変えてんだよね。ウォーターポンプも変えてあるという感じですかね。でですね、修復歴に関して言うと、この車の、実はね前も後ろも当たってます。
あ、両方。そうなるほど。両方当たってます。ただ、両方とも度合い的には、はい。まあ前は軽度後ろは中度かなって感じかな、まあまあ両方とも中ぐらいでいいか。フロントに関してはね、右フロント、まあこれを多分ね見てもらっても分かると思うんだよね。多少ここもう歪みと歪みが発生してるんで、はい、右フロントインサイドパネルここら辺ね。だからコアサポートも交換してるから、はい、番号ないでしょ。ないですね。うんっていう感じ。だからここら辺ね修正入ってて、場所的にはその辺と。そう、はい、こっちまでストラットまでは入ってないし、ここのシールとか純正なんで、手前側ここら辺までかな、ちょっと修正してるっていうと。エンジンもこんな感じでした。あとはめちゃめちゃ細かいところで言うと、これ傷もそうだし事故のあれもそうだと思うんだけど、はい、こことかもちょっと違い合ってないんですよ。あれああ、そうですね。はい、ちょっとずれ。そう、こういうところなんですよ。はい、こういうところがちょっとずつやっぱ出てるという感じでございました。で、後ろに関してはまあトランクは交換してあって、はい、まあトランクルームからじゃ見ちゃおうかな。ここパッと見綺麗。綺麗です。本当に綺麗？サビ結構あります。綺麗前提で話してるから綺麗ですって言ってるけど、綺麗じゃないんでしょ？はい、見てもらっていいですか、ちゃんと。あ、全然サビあります。全然サビあるでしょ。嘘伝えちゃダメだからね。そう、ここサビあるんですよ。でもう腐食結構進んでて、だこれ今度やろうと思ってたんだけど、はい、だこれはもうサビ添加剤っていうのを塗って赤サビを黒サビに抑えるってやつですね。旧車のレストアとかでよくやるたりとか、はい、サビ止めやる方法なんだけど、はい、サビを止めて、でその後パテやって、はい、で、色塗ってあげれば、まあ、多少収まるのかなっていう感じです。ちゃんとやろうとするとここ結構大工事になっちゃうと思うんで、はい、応急処置はそういう感じでいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、こっち側はね、まあそんなサビはなくという感じですかね。 OK ですね。はい、はい、で、後ろに至ってはよいしょ、こんな感じになってます。見える？わかる？はい。どうですか？はい、あ、でもサビはないですね。ここはないですね。はい。で、この車後ろに関しては左後ろ、はい、こっちです。ここが修復歴ありという感じになってます。はい。よく見てもらうとさ、このシールわかる？シールね、これ。ありますね。はい。これ純正のシーラーで、はい、こう来てここまで一緒でしょ？はい。一緒だよね。ずっと同じものが来てるよね。はい、でこっち見てもらうと、ずっとここまで来てここまで来てここまで来てんだけど、ここ違うでしょ。あ、そうですね。はい。違います。はい、違うんですよ。はい。で今度こっち側わかる？ここまで一緒で来てるのに、ここから違うでしょ。違います。そう。はい。でこれリアのサイドメンバーっていうんだけど、はい、ここ修正してるの。で修正して戻してるから、ここら辺のシールをもう一回打ち直してるっていう感じ。はい、だからこれのねサビに関してもこれも修復歴の残党なんだよね。言い方変だけど。まあ影響が出てる。そうっていう感じでございました。なんでこの車は左リア修復歴ありですね。左リアサイドメンバー修正後って言ったらいいかな。はい。っていうのがあります。はい。まあまあ後ろなんでいいっちゃいいんじゃないでしょうかっていうのと、はい、まあ逆に言うとまあだから安いっていう感じ。はい。ですね。でついでに言うよ。はい。閉まんないですよ。あれ？閉まんないのはまずいんで。閉まんないのはまずいでしょ。はい。これで閉まるんですよ。強めに。はい。まあリアスポがないから重さがないっていうのは言い訳で、はい、まあこれ見てもらうとここもねチリずれてるんですよ。わかる？はい。高さずれてるし、まあ角度はずれてないか。高さだけか。もしかしたら多少の調整で良くなるかもしれないんですけれども、はい、まあこういうところのちょっと粗さはありますという感じです。何度も言うようにこの車すごく程度がいいですって説明してるわけじゃないので、はい、ここは叩かないでねって思ってます。まあそれ前提で。それ前提です。それ前提だから。はい、で下潜ってもらうとちょっとねエアロが低いからあれなんだけど、見えるかな。結構サビが出てるの分かるかな。あんま分かんないか。ああ分かるよね。はい、足回りの部分とかさ分かる？指さしてるところ分かる？あ、この辺です。はい。そう、はい、台所とかもうサビが結構進んでるっていうのがあるので、はい、こういうところもうサビを落としたいよねってなりますし、はい、ここら辺全部黒く塗ってあるんですけど、ここら辺なんかは全部一回修正してあるんですよね。はい、
多分ここぶつかった時に板金して、でその後ここら辺バーってペイント吹いてるっていう、そんな感じの車になりますかね。はい、だからまあフロントはまあ軽いけど、リアはまあ中度ぐらいで見た方がいいんじゃないかなっていう感じです。はい、 OK ですか。はい、はい、じゃあ次マフラーサウンドいってみましょう。はい、はい、ちょっと前ずらすね。はい、じゃあいきますよ。まあこれアイドリングね。はい、こんな感じでございます。エンジンはね、まあ 1J は強いからさ、はい、すごい調子いい。で、プラグだけちょっとかぶってるのはあるのよ。はい、だからそれはその納車前の整備のタイミングで、はい、まあうちは全部変えちゃうからさ、はい、それやってあげれば、エンジンとかミッションに関しては、はい、特段僕もこれね、ヨッシーも一緒に買い取り行ってお客さんのとこ行きましたけれども、帰り100キロ以上乗って帰ってきますから、そうですね、普通にそのまま帰ってきたでしょ、はい、っていう感じなんで問題ないので、まあそこら辺消耗品変えてあげればいいんじゃないかなという感じです。はい、OK ですか。はい、はい、じゃあ一旦ここまでかな。これ全部終わったよね。一通りそうだね。OK、はい、じゃあよし君、はい、一応今日そんな感じで、はい、2台紹介させてもらって、1段目の動画はさっき言ったエキサイティングパッケージ、はい、これ1個前の動画で見てもらおうかと、はい、で2個目の動画は今紹介させてもらった、これはツアラー V ですね、はい、の17万キロ純正高速マニュアル、サンルーフ付き、修復歴はありという感じの車になってます。で値段に関してはまあちょっとホームページ見てもらって、ちょっとこれまだね、これから決めるんですけど、ホームページ見てもらってっていう感じになりますかね。 OK ですか。はい、はい、じゃあそんな感じで、ここから、まあ、さっき言ったようにお客様の方で売っていただいたお客さん、ね、はい、の方で若い子に、つなげてほしいよっていうところがあるっていうのは一つ、はい、でもう一つは、まあ、うちでもうキャンペーンちょっとなんかやろうかなみたいなところがあって、はい、僕が思い立ってなんかやろうかなっていうよりかは、実はちょっとある理由があってやらなきゃいけないっていうのがありますので、それちょっと紹介させてもらいたいと思います。はい、まず一つ、この車に関しては今のところ車両の価格、これがホームページアップするけど多分270万ぐらい出そうと思ってるね、はい、で相場的にはまあ大体それぐらいで今やってるんじゃないかなっていうのがあるんですけど、はい、若者に売ってほしいっていうのがありますから、はい、若い子が買ってもらう場合はちょっとお値段下げようかなと思ってます。車両価格若者っていくつ？25ぐらい？30はもう若者じゃないよね。そうですね、荒さってなっちゃうんで多分25以上になっちゃうと。なるほど、じゃあ25歳まででしょ。25歳までじゃあ25歳までの子が買う場合は、はい、じゃあいくら引きにします？本当だったら270ぐらい、マイナス10万ぐらいですけど、10ぐらい、はい、でかいと思いますよ。なんかパンチ弱くね。弱い。10万でいいか。25万はちょっとやりすぎだよね。25歳だから25じゃ利益なくなっちゃうか。結構お金かけちゃったからね。まあ20万引きにしようじゃん。あ、20万いけるんですか。10はね、なんか俺の中であんまりインパクトない。20いいでしょ。それはもちろんいいんですけど。まあいいよね。そうしよう。じゃあこれ20。じゃああとは他のチェイサーは10にしようか。全部。チェイサーちょっとありすぎるんだよ。マジで。若者が買う場合は。若者ね、若者よ。若者には僕優しいからっていう言い方変ですけど。じゃあ若者全員10万引き。チェイサーね。そんな感じ、もうざっくりでいい。めんどくさいから。でこのチェイサーは20引き。いいでしょ。これだけもう特にお買い得っていう感じでしょ。はい、そうね、理由はやっぱり、まあさっき言ったように若者にっていうのもあるんだけども、はい、実際もう一個問題があって、はい、車の値段はガーって上がっちゃってて相場はあるからさ、はい、相場っていうかその売り値というか相場が上がっちゃってるからどうしてもプライスも上がっちゃうわけ、はい、でしょ。まあ当然買い取り値段も上がってるんだけど、そうですよね。でじゃあいざ若者が買うって判断したところで、はい、やっぱローン通んないのよ、高すぎちゃって。例えばこれね445万円、20歳の子が買おうったってぶっちゃけ言ってなかなか難しい。この価格帯はちょっと厳しいです。そう、まあ保証人さんは必須だしっていうところあるんだけどね、はい、っていうのがあるので、まあなんとか300万ぐらいの価格帯のところとか、まあこの間紹介したでオートマの安いやつ、であれも165万が10万下がったら155万でしょ。はい、まあいいんじゃない。普通にローン通ると思うので、
まあ、そういうのがありますから、そういった側面でも買いやすいように値段を下げたいというのが一つあります。でもう一つのキャンペーンとしては、金利、はい、金利を下げます。今月とあと来月ね、来月の、受注分お申し込み分に関しては、全社 3.9% になります。もともとは何パーだったんですか？もともとはね、3.9 から価格によっては 5.9 っていう価格の金利。もともとそのぐらいなんです。そう、500万以上になると 3.9 で、まあ、それ以下だいたい 4.9 とか 5.9 で見てもらえばと思うんですけど、それをもう金額問わず100万円の車でも300万円の車でも全部 3.9% の金利でやります。でそうすると車両価格以上に金利の恩恵って結構大きいので、安く買えるっていうのがありますから、であともう一つ言うと、これね、この間ローン会社のうちの担当の人が来て、うち結構ローン出すんだけどさ、なんか何点かに絞ってなんかキャンペーンを勝手に組まれてる。ローン会社さん。ローン会社がいきなり来て、この間支店長の方と一緒にいらっしゃって、AE さんでキャンペーンやりと思いますみたいな。で今月、で2000万だったかな、をやってもらうと、なんか報奨金が出ますみたいな。報奨金だっていくらだ、10万とか20万ぐらいだったかな、分かんないけど、まあ、ちょっとなんだよ、っていうところがあるんですけれども、それを出すんで、なんとかキャンペーン参加してもらえませんかって話が来て、まあ、やってもいいけどさみたいな。っていうのが始まって、それ5月6月なのよ。だから5月6月、まあその手間もあるので、ローン案件ちょっと増やそうかなっていうのがあるので、金利もお客さんもね安く買えた方がいいですから、下げますという感じです。なんで、まとめると、チェイサー25歳以下全社10万下げます。この車に至っては20万下げます。これ車両価格のキャンペーン一つ。もう一つは金利。金利はもうどの年代でもいいや、もうめんどくさいから3.9でやります。超ざっくり。大体でいいです。はい。っていう感じでいこうと思います。OK ですか？はい。一応そんな感じでございましたけれども、でよしこれ最近ちょっとやってなかったですけど、なんか質問あれば。そのついでなんですけど、その金利でいうと、他の車屋さんの金利っていうと大体どのくらいなものか僕わかんないんですけど。安いところはでも、多分 4%、5%、6% ぐらいなんじゃないかな。まあだからさっきの 3.9 とか。使ってるところはでも国産ってその日本車こういう車ね、扱ってるところは多分そんなにないと。大体多分 5.9 とか 6.9% とか普通なんじゃないかな。そのぐらいが平均と思ってます。でうちも高い車は別として安い車200万とかぐらいの車は 5.9% とかの金利なので、まあそこは大体標準合わせてるんじゃないかなと思います。一部大手さんみんなが知ってるようなところですと大体 9.8 とか。そんなにいくんですか？そんなになりますし、まあディーラーさんとかも結構高めだよね。だから俺それこそこの間新車買って 12% とかって言って 13% かとかって言ってたじゃん。だからこれあれだよね、逆に見てる人にお伺いしたいよね。何%ぐらいで金利買ってますかって。そうですね。それも合わせて俺はじゃあ 3.9% で買った、俺は 9.8 取られたとか言ってもらうといいんじゃないでしょうかね。まあ一つ言えるのは多分 3.9 は安いと思います。僕も何年もやってますから車、安い方の部類に入ると思いますので、まあそんな感じで見てもらえばいいんじゃないかな。OK ですか？じゃあそんな感じでちょっと長くなりましたが、ぜひチェイサー買ってください。そして売っていただける方はまだまだ買い取りしますんで、チェイサー以外の車の欲しいかな。GTR とか欲しいんですよ実は。あれば売っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。S15 シルビア2台を紹介させてもらうんですけど、さすがに500万出して S15 買わないでしょ。結構異常値ぐらい高いんで、スペックあるオーテックバージョン。この車ワンオーナー車と、めちゃめちゃ程度のいいシルビアって当面は仕入れできないと思う。